シグマ BF 買いまーはい、皆さんこんにちは。写真家レイです。久しぶりですね。どうですか？私のこと覚えてますか？まだ。で、毎回新しいカメラとか機材が出るたびに、私は自分がなぜ買わないなのか、大体買わないですね。なぜ買わないなのか、その理由と、あとどういう人買った方がいいなのか、そういうところの自分の感想を含めてですね、こういう動画を出すので、今日もシグマ BF に関して、なぜ私が買わない？なぜいらない？あるいはどういう人買った方がいいなのか、自分の感想を含めてですね、皆さんにいっぱいシェアしたいと思います。特に写真の初心者とかカメラ、これから買っていろいろ写真始めたい人は、ぜひいろいろ YouTuber とかいろんなメーカーの看板の先生たちの褒め言葉聞く前に、私の言葉一回聞いてください。それね、ワクチンみたいな感じですよ。はい。騙されないんで、ちゃんとね、自分の考え、ちゃんといろんなポジティブでネガティブのことを合わせて、本当買うかどうか、真剣に考えてください。だからぜひ、最後まで見てください。まず簡単な自己紹介します。写真家です。今ね、東京の自分のスタジオにいます。普段の撮影は人物専門、広告撮影から社長、芸能人のプロフィールまで様々案件取りながら、プロの写真家です。ネットとか SNS の発信は、私の主張しているコンセプトとしては、機材依存しない。もっと写真楽しもう。機材好きな人より、写真好きな人もっと増やしたいというコンセプトをあって、いろいろ発信しているところです。例えば今超人気ある私のライティングコースの講座の内容としては、ただの撮影方法、スタジオのライティングテクニックじゃなくて、そのテクニック以外、カメラマン、フォトグラファー、写真家としての生き方、これからどうやってコミュニケーションしながら、お客さんと仕事しながらやっていくか、お客さんの対応し方、モデルさんとのコミュニケーションの仕方、これから自分の作品の作り方とか、いろいろですね、テクニック以外のものも含めて皆さんに教えてます。だから人気ですね。今ね、2月末なので、3月は29期と30期ですね。あと、残り1名ですね。早まる価値。ぜひね、興味あったら、私のライティングコースのプロフィールリンクにですね、リンク見てください。YouTube のメンバーシップですね、知ってる方はわかるんですけど、私普段の自分の作品の挑戦とか、いろんな課題ですね、どうやって自分が作品撮るか、自分に対してですね、課題どうやって乗り越えるか、そういう部分ですね、全部記録して皆さんに教えてます。もちろん、プレミアム会員になったら、リタッチとか、毎月1回の講座内容のライブもやってますので、ぜひ、私のメンバーシップも見てください。今の時期ですね、ちょうど CP プラス2025で、いろいろですね、盛り上がってるところで、多分ね、シグマさんは、この CP プラスのおかげで、新しいですね、シグマ BF という新しいカメラですね、発表したんですね。最初 BF ってどういうものなのか、ボーイフレンドで、調べたら違うんですね。Beautiful Foolishness ですね。英語発音うまいでしょ？なんでもいいですけど、簡単に言うと小さいフルサイズのカメラですね。レンズ交換できる。というものです。いろいろ調べてですね、最初、どういうカメラだなっていうのは、ホームページ調べたら、まずね、最初に出てきた、このシグマさん自分書いてる説明文にですね、ちょっと違うなっていうところがありまして、何が書いてるっていうのは、写真の本質であるのは、撮ることって書いてあるんですね。それはちょっと違うでしょ。はい。カメラの本質であるのは撮ることですね。写真の本質であるのは撮ることじゃないんでしょ。はい。撮ることっていうのはあくまで手法じゃないですか。で、撮った写真の本質は別に撮ることかどうか関係ないじゃないですか。で、撮ることがなかったら写真出ないので、その本質じゃないんですね。まずね、そこはしょうがないんじゃないですか。カメラメーカーとしては物を売りたいから、でも、写真の本質は撮ることっていうのは、あれはちょっと、ワールドワイド他の国とかですね、の方見たらどう考えるかなっていうこともあるので、ちゃんと写真の本質分かってますということになるので、撮ることはあくまであくまで一つのツールとしてですね。私はいつも言っているのはカメラはただの道具です。この道具を使って自分を考えているものを写真通してですね、メッセージを世の中に出すというのは写真の本質なので、はい。だから撮ること自体はあくまでカメラの本質ね。本質というか役割ですね。はい。カメラを撮ることできなかったらカメラじゃないので、そこね、カメラメーカーね、カメラ売りたいという気持ちはわかるけど、写真の文化ですね、もっと
多くの人に伝わりたいために、写真の本質もちゃんと出した方がいいじゃないですか。で、写真の本質は撮ることだったら、もうみんな機材派じゃないですか。みんな機材の沼に入ろうっていうことを、同じことを言ってるので、そこは良くないんですよ。シグマさん。次ね、このカメラも、だいたいスペックとか、そういう形とか見て、フルサイズで結構小さく作られるっていうところは、技術の進化とか、そういう見られるんですけど、あとはレンズ交換できるとか、大体ですね、パーッと見てですね、大した技術の進化は、サイズ以下はそんなに感じないんですね。感じないですね。フルサイズは別に今、初めてのフルサイズじゃないし、レンズ交換ももうすでにあるし、あとは画質とか、そういうオートフォーカスとか、世の中ですね、機材系 YouTuber とか、頼まれて PR の先生たちとかですね、大体褒め言葉しかないから、画質が最高、AF が、もう追求機能がやばいとかですね、動画機能とかですね、そこは最初ね、これからカメラ買う人に対しては、結構ね、邪魔な情報入るんですよ。結局ね、全部いいことなので、本当買うかということになっちゃうから、まずね、小さく作られるっていうのは、便利性考えてるので、多分、このカメラはですね、すぐ持ち出すとか、あるいはトラベル用とか、ストリートスナップとかですね、すぐ持ち出せる、もしくは、小さなカバンで荷物にならないために、作られるかなっていう、そういう発想ですね。そういう発想ですね。でもね、そういう小さいものを、どんどん小さいものを作ってみて、どちらというと、使い方とか、結局ね、レンズ交換できる、どんどん iPhone ですね、スマホに近づけてる感じなので、結局、その時、別に、フルサイズかどうかは、どうでもいいじゃないですか。ミラーレスなので、レンズ交換になっちゃうから、誰に対して売りたいなっていうのは、なんかマーケティングとしては自分はちょっといまいちよくわからないですね。例えば、フルサイズ、そこを気にする人だったら、別にサイズ小さいかどうかは、そんなに気にしないじゃないですか。フルサイズ使いたいんだったら。じゃあ、小さいサイズの人だったら、別に、例えばトラベルとかですね。そういうのは別に逆にフルサイズとか、データ重いとか、処理スピード遅いとか、レンズがめんどくさいとか、そういうのも逆に不利感じるしかないから、だからそういうのをね、フルサイズをアピールしながら小さいものを作れるっていうのは、どこを目当てに売りたいなっていうのは、いまいちよくわからない。で、結局ね、使い方としては、なんか、スマホはおもちゃみたいな感じであるので、どう見ても、ちゃんとした撮影の、仕事の現場には持っていかないんですね。じゃあ、アマチュアの方にちょっとフルサイズを普及したいみたいな感じだったら、アマチュアの方にどれぐらいフルサイズが欲しいなのかっていうのもあるので、一番重要なのは、値段。はい。で、ホームページに書いてあるオンラインショップの値段は38万5千円ですね。シグマさん。何考えてますか？はい。38万5千円だったら iPhone はもう3台ぐらい買えるんですよ。はい。で、こういうのはね、今ね、カメラというのは撮るものじゃなくて、だんだんですね、ラグジュアリー品みたいな位置付けになっちゃうんですね。これを手に持ってかっこいいとか、これを手に持っておしゃれとか、そういうのはね、写真の本質撮ることじゃなくなるじゃないですか。自分書いてるもの。だからみんなね、撮ってほしいんだったら、これぐらいのコストで下げられて、これぐらいのものを作るんだったら、iPhone と同じぐらいの値段出した方がいいじゃないですか。で、iPhone は他の機能もいろいろあるじゃないですか。だから私から見るとですね、iPhone より安い値段出してほしいっていう感じは、もっと、撮影として、カメラとしてですね、普及していくっていうコンセプトじゃないですか。でもね、カメラとかは、どんどん高く売ってるっていうのは、そのもの、その技術とか、そのコストとか高いとかじゃなくて、ただ買う人少ないだけなので、生産コストを下げられないから、どんどん高く売ってるだけなので、これが見ると、メーカーも、自分の生存がかかるので、どちらというと、逆に、さっきの、自分の話題ですね、戻って、このカメラは結局、誰買うかな？誰をターゲットをですね、狙ってですね、売っていくかなっていうのは結構疑問を持ってるんですね。で、結局、YouTuber とかに貸し出しして、いろんな動画ですね、どうでもいいの動画を撮って、それでいいよーって終わっちゃうっていう可能性があるから、ちょっとマーケティングとしては結構よくわかんないカメラになりやすいんです。
形としてかっこいいかもしれないですけど、値段としてですね、カメライコールアクセサリーというのは、ちょっとないなっていうのを、自分思ってる感じですね。皆さんどう思うかっていう感じもあるから、ぜひコメントをですね、教えてみてくださいね。もう一点ありますよ。で、こういうミラーレスのカメラは、最近はどんどんこういうミラーレスカメラも主流になってるんですけど、動画機能ですね。基本全面的に出す。あと、オートフォーカスの機能は全面的に出す。いわゆる何も知らない人でもですね、オートフォーカスは絶対ずれないみたいな感じ。何も撮り方わからない人でも、いい感じでエモい、カラーグレーディングとかできる。みたいな感じですね。それがですね、ゆくゆく AI、あるいはゆくゆくスマホに、どんどん近づける感じ。そうすると、ゆくゆくですね、カメラメーカーは自分の製品ですね、ブランディングのもの、ブランドのものをですね、全部殺すような感じが出るので、どうかなという感じですね。で、もっとね、極端というと、そんなフルサイズとか、そういういいカメラ、一眼レフを持って動画を撮る人はほとんどいないから、わざわざですね、こういう宣伝するっていうのも、本当マーケティングリサーチしてるかっていうのも、私は心配してるんですね。そうじゃないとね、ちゃんとリサーチしないと、もっと売れなくなっちゃうじゃないですか。あとは、写真の楽しさとかですね、カメラを持って、わざわざスマホじゃなくてカメラを持って、その持つ理由も全然伝わってないから、どうでもいい機材系 YouTube 頼んだり、メーカーの PR してる先生たちとかですね、全く写真の楽しさ、文化とかですね、説明してないし、拡散してないから、そういうのはね、カメラはね、ゆくゆくの機材、カメライコールスマホ、カメライコールパソコンみたいな感じになっちゃうから、つまらなくなっちゃうんですよ。つまらなくなったら皆さん買わないんですよ。でそういうのはね、シグマさん以外のメーカーさんもですね、ちゃんとカメラで撮る理由、カメラで写真楽しむ理由とかですね、ちゃんと説明した方がいいかなという感じですね。大体ですね、皆さんね、自分の製造にも結構苦しくなってるメーカーはほとんどなので、逆にですね、長い目で長期の戦略としてですね、この文化、この楽しさを伝われば皆さん買うんですよ。はい。わかってますか？そういうね、機材系 YouTuber とかですね、先生たちに頼んで、そういうことできないんですよ。まだ分かってないですね、メーカーさん。で、これから写真勉強したいとか、これからカメラ買いたい人は、まずね、自分の予算を決めてください。例えば10万円予算とか15万円予算、20万円予算とか、その予算の中にギリギリのかっこいいカメラ、まず買ってみてください。はい。そこからまず撮ってみてくださいね。あまり予算超えて、例えば10万円予算設定して、結局ね、38万5千円のもの買ったら、結構高いものじゃないですか。で、高いもので、そこ意識しすぎて、逆にね、自分写真撮りたい気持ちが全部なくなるんですよ。で、結局ね、1ヶ月2ヶ月遊んで、全然、撮る機会もなくて、全然ですね、箱に入れてですね、出なくなるんですね。ちゃんと写真撮るときは結局スマホを撮っちゃう。っていうのは、もったいないの買い物になっちゃうから、まずね、ちゃんと自分、スマホじゃなくて私は作品撮りたい。私はちゃんとものを残したいから、カメラ買いたいという人は、まずね、自分の予算を決めてから、その予算以下のものを買ってみてください。で、買ってみて、実際撮ってですね、なるほど、私は撮りたいものをこのカメラはもう撮れないから、そこから徐々にですね、リサーチして、勉強して、機材の勉強して、自分の撮りたい作品に合ったものを選ぶ。というのは、賢いのカメラの買い方です。だから YouTube の検索して、YouTuber のレビューとかどうでもいいのレビュー聞いたりとかですね。それでね、大体騙されるんですよ。ネットで、特に YouTube とかですね、私みたいな、皆さんね、写真の本質とか、なぜ写真撮るか、そういう、宣伝というか、そういう文化の、写真の文化ですね、拡散する人ほとんどいないんですよ。多分日本は俺しかないから、で、そういうのをね、もっとね、皆さんね、自分の頭を考えて思考停止しないで、YouTuber とか、そういうね、明らかに PR の話とかじゃなくて、もう一回自分に聞いてみてください。スマホじゃなくて、わざわざカメラ買って、カメラで写真撮る理由は何ですか？それ分からなかったら、カメラ買う必要ないんですよ。いいですか？今日の内容好きだったら、いいね、保存、転送、あとチャンネル登録忘れないでください。じゃあまた次回。